皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。さて、今日は、いつもと違って少し長めのポッドキャストを撮っていきたいと思います。で、これはかなりゆるい感じで、50の質問を通して私の自己紹介をしてみたいと思います。で、今までも少しずつ自分のことは話してきたんですが、今日は、まとめて、お話ししていこうと思います。で、自己紹介なので、皆さんも日本語で使えるような言葉をたくさん、取り入れてみました。なので、もしよかったら最後までぜひ聞いてみてください。そして、今日もコーヒーを片手にたくさんお話ししていきましょう。それでは、乾杯！はい。今日はかなり長めのポッドキャストになると思うので、例えば作業中であったり、お散歩をしている間、または寝る前のリラックスタイムにのんびり聞いてください。で、準備はいいですか？それでは早速質問に答えていきましょう。まず、1、名前はみゆです。で、みゆはひらがなで書きます。2、YouTube 始めたのはいつ？始めたのは去年2025年の9月に、初めての投稿をしました。3、MBTI は？私の MBTI は ENFP、広報運動家です。外交型、直感型、感情型、知覚型の ENFP です。結構自由人と言われるんですが、それはぴったりだと思います。で、4、星座は？私の星座は射手座です。12月生まれなので射手座です。5、地元はどこ？私の地元は福岡県です。福岡県のこともこれからどんどん動画にしていきたいなと思っていて、ご飯が美味しくて山と海もあって本当に大好きな場所です。で、6、血液型は？私の血液型は A 型です。日本では生まれた、病院で血液型検査があるのですぐというか日本人ほぼ全員の方が自分の血液型を認知しているんですが、あとは血液型、血液型によって性格がわかるという、なんか MBTI みたいな感じで人気もあるんですが、血液型診断は私は個人的に全く信じていないです。で、理由としては、なんかこの血液型診断では A 型は几帳面って言われているんですが、私は全然大雑把なので、あれちょっと当たってないんじゃないと思っています。7、右利き左利き、私は右利きです。でもなんか子供の頃は左利きに憧れていて、わざと全然書けないのに左手で字を書いたりしていました。8、身長は？身長は少し持って159センチです。日によってちょっと変わったりします。9、趣味は？これすごく一つ選ぶのが難しかったので3つ書いたんですが、私の趣味は、ヨガとゴルフと旅行です。特に
旅行先でゴルフができたらもう100点満点だと思っています。ちなみに私の、ゴルフはまだ初心者で全然上手じゃないので、特にそういうこだわりとかはないので、旅行でゴルフに行く場合は貸しクラブでゴルフをしています。自分のゴルフクラブを持っていくことはまだないです。で、10、特技はこれ私すごい悩んだんですね。特技って何だろうと思って、すごく、大まかな答えなんですが、私の特技は新しいことを始めることです。新しいことを始めても三日坊主になることもあるんですけど、一旦飛び込む勇気だけは本当に自信があります。例えば、今年はこの年始には、毎日本当に一言でもいいから日記を書こうと思って日記帳を買ったんですが、1月の中旬ぐらいまで書いて、その後ちょっと一回も開けてないので、そんな感じです。はい。で、11、好きな食べ物は？私の好きな食べ物はもう圧倒的に生春巻きです。これはレストランで最近生春巻きを食べて本当にハマってしまって、ほぼ毎週家で大量の生春巻きを巻いて食べています。12、嫌いな食べ物は？私の嫌いな食べ物は茹でたイカです。イカ自体は結構前から苦手ではあったんですが、刺身？生のイカと、あと、スルメとか乾燥したイカはすごく好きになったんですが、本当に茹でたイカだけはちょっと食感がまだ慣れないです。13、好きな飲み物は？私の好きな飲み物、今ハマっているのは柚子茶です。もちろんコーヒーとかラテも大好きなんですが、寒い季節には柚子茶を飲むのがとてもほっとします。で、14、学生時代好きな教科は？私が好きだった教科は心理学とあと美術史がすごく好きでした。で、美術史がすごく好きだったので、その流れで、世界遺産検定とかも受けたりしていました。これはもう完璧に趣味ですね。学生時代嫌いな教科は？私が苦手だった教科は科学です。もう記号の、なんていうんですか、記号の表が出てきた瞬間に脳がシャットダウンしました。もう。16、好きな動物は？私の好きな動物はもちろん犬は大好きです。あと、スローロリスという小さい猿みたいなリスみたいな謎の、動物がいるんですが、スローロリスは大好きです。すごい大きい目ですごいゆっくりな動きをする可愛い動物です。17、好きな色は？好きな色は青です。これは結構ずっと昔から青が好きです。空の色とか、あと海の色とか、青を見ると落ち着きます。はい。18、好きな場所はどこ？好きな場所は海です。結構海の近くで育ってきたので、海とか波の音を聞くとすごい落ち着きます。で、海の音を聞きながらぼーっとしたり、お昼寝したりするのがすごい贅沢だなと思います。19、
きな季節は、私の好きな季節は昔は夏が好きだったんですけど、最近ちょっと暑すぎるので、今好きな季節は春です。間もなく春が始まるので、とてもワクワクしています。20、好きな映画は、もう今一番熱い国宝が好きです。これは前のポッドキャストでも少しお話ししたんですが、もう国宝を何回も映画館で見たいと思うぐらい本当に好きな映画でした。これから、アメリカとかでも上映されるみたいなので、皆さんもぜひ国宝を見てみてください。歌舞伎の話なので、日本文化にもたくさん触れられます。21、好きな本や漫画は、好きな本は今まだ読んでる途中で終わってないんですが、この本日はお日柄もよくという本が結構テンポが良くて、あとお仕事の話なんですが、すごく面白いなと思っています。あと好きな漫画は、これは子供の時に読んでいたんですが、ドラえもんが一番大好きです。22、好きな芸能人は、私の大好きな芸能人は渡辺直美さんです。もうずっと前から好きで、今ニューヨークにいるんですが、数年前ニューヨークに遊びに行った時に彼女の、なんかライブコメディショーを見に行きました。とっても大好きです。23番、好きな音楽のジャンルは？これはすごく難しい質問で、私は音楽が好きなので、もうほぼ全てのジャンルが好きなんですが、最近のお気に入りでいくと、J ラップとジャズが好きです。すごいかけ離れてるジャンルに感じるかもしれませんが、気分を上げたいときは J ラップを聴いて、リラックスしたいときはジャズとか、あとはなんかリラックスする用の音楽を聴いています。24、好きな YouTube チャンネルは？これもちょっと悩みましたが、もういつも見ている YouTube のチャンネルは平成フラミンゴさんです。もうほぼ毎日見ています。で、新しい動画が上がるとすごくなんか一日が充実した気分になります。もう二人が面白すぎていつも元気をもらっています。25、好きなゲームは？これも難しいんですが、やっぱり、定番のマリオカートが大好きです。今は私はスイッチライトを持っているんですが、大きい画面でマリオカートをしたいので、普通のスイッチを近々変えたらなと思っています。次は自分の性格とか特徴についての質問を少し答えていきたいと思います。26、自分の性格は？性格はポジティブな飽き性です。結構基本的にポジティブなんですが、とても飽き性です。なので、先ほどの特技では、新しいことに挑戦するのが特技なんですが、ちょっとその良くない部分はすぐ飽きてやめちゃうことです。なので、それが自分から見ての自分の性格だと思います。27、動物に例えると？結構言われたことある動物でいくと猫だと思います。多分気分屋だったり、あんまり初めて会った人と
そこまでなんかワイワイして喋ったりはしないので、猫かなと思います。28、よく言われる第一印象は、これも難しいですね。よく言われる第一印象は、でも明るいとは言われるかなと思います。まあ、そうですね。そんなに初めて会った人に自分の暗い部分であったり、なんか悩み事を話すことはないので、まあ間違ってはないかなっていう感じです。自分の第一印象をなんかちゃんと認知するのってでも難しくないですか？皆さんは第一印象なんて言われていますか？で、私の第一印象何か思うことがあったらコメントで教えてください。29、実は人見知り？人見知りではないと思います。ただ子供の時は本当に人見知りでした。なので、もうほとんど初めて会った人とは話さなかったです。なので、極度の人見知りでしたが、今は全然大丈夫になりました。30、朝は強い？弱い？これもちょっと難しいですが、最近は強いです。結構アラーム1回目ですぐ起きれます。ただ、朝は強いんですが、その前日、7時間ぐらい寝てないと次の日結構きついです。なので、睡眠した上で朝は強いです。31、犬派？猫派？これいい質問ですね。私はもう 100% 犬派です。幼い頃から犬と育ってきましたし、今も実家に2匹愛犬がいるので、もう完璧犬派です。32、アウトドア派？インドア派？多分アウトドア派だと思います。基本的に休日はなんか外に行って何かをしたいなって思ったり、あとは友達と会う時も、一緒にカフェに行ったり美術館に行ったりしたいなと思います。ただインドアも結構、楽しいなと思っています。なので最近は家で例えば絵を描いたりあとはこういう風に撮影をしたり、家のおうち時間もかなり楽しんでいます。33、宝くじが当たったら何に使う？ちなみに私は自分で宝くじを買ったことがなくて、宝くじをあんまり信じていないタイプなんですが、もし当たったらすぐに投資したいなと思います。はい。ちょっとリアルな答えであまり面白くないと思うんですが、何かを買うっていうより投資したいなと思ってしまいます。34、自分のチャームポイントは？これこれも難しいですね。第一印象のようになんか自分で自分のことを認知するのって難しいんですが、いろいろな意味で眉毛かなと思います。今は結構眉毛をちょっと整えたり細くしたりしたので分かりにくいと思うんですが、中学生とか高校生の時の私の眉毛はもうすっごい太くて、なんか海苔を貼ったみたいな眉毛だったんですね。なので結構初めて会った人とか友達とかにも、眉毛すごいねって言われていたので、ちょっとチャームポイントは眉毛だと思います。35、克服したい弱点は？これはもうすぐ答えが出たんですが、私は泳げないんですね。小さい頃は泳げていて、なんか泳ぐのって、
もう一回学んだらもう忘れないって言われてるみたいなんですが、私は忘れてしまったので、今泳げないんですね。本当に背泳ぎもできないかもしれない。背中で浮くことはできるんですけど、泳げないので、何かあった時に泳げるように、ちょっと水泳とか、ちょっと泳げるように、その弱点を克服したいなと思っています。で、次は、ちょっと YouTube とか、YouTube 活動の質問が何個かあります。36、YouTube を始めたきっかけは、これはいろいろありますが、皆さんと日本語の楽しさを共有したいっていうのが一番大きいきっかけで、あと実はもうずっと前から YouTube をしてみたかったんですが、なんかちょっと緊張したり、あともし失敗したらどうしようとか、ちょっとそういうネガティブな方向に考えてしまうことが多かったので、なかなか踏み込むことができなかったんですが、もう本当に今は始めてよかったなと思っています。37、動画撮影で楽しい瞬間は、私が一番楽しいと思うのは、まあ撮影ももちろん楽しいんですけど、やっぱり皆さんからのコメントとか、あといいねがついた時は、なんかすごいほっとします。なんかこの動画を作ってよかったなって思ったり、あとはコメントを読んでいて、あ、初めてこの日本の文化を知れましたとかいうコメントがあった時には、あ、すごい私の動画を通して何か新しいことを学べた人がいるんだって実感したりできるので、それはすごく嬉しいです。38、動画編集で大変なことは、これはちょっと意外かもしれないんですが、そのカメラからパソコンに、データを移行するその待ち時間がちょっと、ちょっと難しい、大変ですね。あとは、今はマイクとカメラ、インプットが違うので、その音声と映像を合わせることであったりとか、ただ、さっきの質問のように、やりがいの方が大きいので、まあ、最終的には全然大変じゃないかなっていう感じです。39、これからやってみたい企画は、これは、ちょっとこの質問では、他にもいろいろやってみたいことがあるなぁと思ったんですが、例えば外で撮影したりとか、あとは今回の動画も、ポッドキャストも結構ゆるい感じだとは思うんですが、なんかもっとゆるい企画とか、あとは、私は個人的に、YouTube の YouTuber の人たちが食べながら動画を撮ったりしているのとかも見るのが好きなので、なんかいろいろな企画をやってみたいなと思います。あとは、まあ、それこそ皆さんからいただいたコメントに動画を通してお答えするとかも楽しいなと思います。40、推しの YouTuber は、これはまあさっきと変わらないんですけど、やっぱり平成フラミンゴさんが本当に大好きで、たくさん見ているので推しです。よし。で、ここからは、の質問はなんか日常とか思い出関連になります。あと10問で終わるので、最後まで聞いてください。41、最近買ったものは、これ、見えますか？これが最近買ったものです。これも視聴者の方におすすめしてもらってコメントで買ったんですが、とても気に入ってます。なんかすごい使いやすいんですね。なんかスマホにつなげてアプリで録音って押すとすぐ録音できるんです。もう重宝しています。ちなみに次、
買いたいなと思っているものは、今 iPhone が iPhone 13なんですけど、最近出た iPhone 17にアップグレードしたいなと思っています。で、42、最近感動したことは最近感動したのは、ちょっと先ほどの映画の質問に戻ってしまうんですけど、国宝が本当に感動しました。見たのは10月で、だいぶ時間は経つんですが、なんかやっぱりたまに思い出すんですね。その映画のこと。で、なんか、本当にいい映画だったなって、その都度思うので、まあ、やっぱり国宝を見て感動したことだと思います。43、宝物はこれなんかちょっと恥ずかしい質問なんですけど、本当に宝物なのはなんか私の周りにいる人たちですね。友達とか家族がもう皆さん宝物です。あとは、今まで撮ってきた愛犬の写真とかスマホに入ってる写真もうすべて宝物です。44、子供の頃の夢はこれは2つあって、1つ目が私は獣医さんになりたかったんですね。犬が好きなので獣医さんになりたかったのと、2つ目は、宇宙に行ってみたいっていうすごい野望を持っていたので、宇宙飛行士もすごい夢でした。45、子供の頃のあだ名は、私のあだ名は MAC、マックと言って頭文字なんですが、Monster Alien Cat、モンスター、宇宙人、猫というのがあだ名です。で、これ一応理由がちゃんとあって、次の質問にも、関係しているんですが、46の尊敬する人はっていう質問で、私はレディー・ガガさんをすごく尊敬していて、特に小5とか、あと小6の時はポスターとか CD とか集めてて、で、レディー・ガガさんのファンのあだ名がリトルモンスターなんですね。なのでそのモンスターが M の頭文字で、エイリアンはさっきの宇宙飛行士になりたいっていう話があったと思うんですけど、宇宙人に会いたいっていう思いもあって、エイリアン。で、キャット、猫。それは自分が猫みたいって言われてたので、MAC があだ名。で、私の尊敬する人はレディー・ガガさんです。さて、47、集めているものは、私が集めているものは、これは気づかずに集めていたんですが、キャンドルです。ろうそくを結構集めていますね。あとマグカップもなんか気づいたらたくさんあったので結構好きです。これとか、長崎に旅行に行った時に買ったんですが、とても気に入っています。48、休日の過ごし方は、休日の過ごし方は基本いつもよりまず長く寝ますよね。で、その後ゆっくり朝ごはんを食べながらコーヒーを飲みます。そして、あとは遠出をしたり、ドライブでどこかに行ったり、あとは美術館に行ったり、ゴルフに行ったり、なんかその日気分で決めて動いています。49、幸せを感じる瞬間は、これはやっぱり実家に帰って愛犬に会った時が一番幸せを感じます。で、年に2、3回しか会えてないので、すごい喜んでくれるんですね。なので、その喜ぶ姿を見て、私は幸せになっています。50、これからの YouTube の目標は？すごい最後にめっちゃシリアスな質問ですが、私が目標にしてるのは、もっともっといろんな人に日本語の魅力に気づいてもらうことと、あとはこのポッドキャストを通じて皆さんのリスニング力
を高めたり、で、あとはリアルな日本語を習得してもらいたいなと思って YouTube を続けていこうと思います。はい。さて、以上が50の質問でした。結構長かったと思うんですけど、どうでしたか？完走しましたね、最後まで。そして皆さん最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。少しは私のことも知れたと思いますし、なんかいろいろな話ができて、私もとても楽しかったです。また皆さんの趣味とか、あと MBTI とか気になるのでコメントで教えてください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。今日もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。ではまたね。